こんにちは。今日はね、ポッドキャストをやってて、良くなかったこと、悪かったことについてお話ししようと思います。少し前のエピソードで、ポッドキャストをやってて良かったことっていうことについて話したんですよ。で、その時に話したのが、コメントとかフィードバック、自分の意見に、コメントがもらえるっていうことと、自分の思ってることをアウトプットできるっていうことと、アウトプットをたくさんしますから、話すのが上手になったっていうことと、最後に、自分の声が、ポッドキャストをしてる時の自分の声が好きになったっていうことについて、話して、良かったことはいろいろあるんですけど、今回は悪かったことについて話そうと思います。それで、いろいろ考えてたんですけど、悪かったことって、ほとんどないんですよね。良かったことを、ポッドキャストをしてて良かったことについて考えてるときは、いろいろアイデアすぐに出て、で、10個ぐらいアイデアある中で、4つ頑張って絞ったっていう感じなんですけど、でも、ポッドキャストやってて悪かったことってあんまりなかったので、2つ、めちゃくちゃ長い時間考えて、2つだけ、あんまり良くなかったなっていうことについてね、話そうと思います。で、まず最初、ポッドキャストをやってて悪かったことの一つ目が、数字が気になっちゃうっていうことですね。その数字っていうのは、視聴回数とか、いいねの数とか、チャンネルの登録者とか、僕、正直、そういう数字、あんまり気にしないんですよ。で、昔の僕も数字あんまり気にしないだろうなって思ってたんですけど、実際にはやっぱりね、ちょっとこの数字が気になっちゃうんですよ。っていうのも、その YouTube の自分のこのポッドキャストのページ、自分のページを見ると、いろいろアナリティクスみたいなものがあって、で、そのアナリティクスを見せられるんですよね。僕は別に見たくない、気にしたくないんですけど、見せられるんですよ。例えば、一番最近アップロードした動画が、いつもよりあんまり見られてませんとか、一番最近アップロードした動画が、いつもより、視聴時間が短いですとか、もう全部見せられるんですよ。で、それをね、僕は見たくないんですけど、YouTube を開くと、その、情報がね、画面の中にあるんで、目に入っちゃうんですよね。なんで、僕は気にしたくないんですけど、気になっちゃう感じですね。とは言っても僕、そもそもそういう数字とかあんまり、気にしないタイプなので、僕にとってね、その大切なのは、その楽しみながら、僕がいろいろ話して、それを見てもらって、なんかリアクションもらうとか、僕の意見になんかフィードバックもらうっていう、それが僕は楽しいので、その楽しむことが大切なので、まだそんなに数字は気にならないんですね。で、またもう最後のポイントで2つ目なんですけど、やっぱり自分の意見をインターネットに出すっていうのが、ちょっと怖いですね。インターネットで活動する人とか、そのたくさんの人に見られる、仕事、なんか俳優とか、アイドルとかタレントの人って結構承認欲求が強い人が多いと思うんですよね。その承認欲求っていうのはなんかもっと自分を見てくださいっていう気持ちですよね。そういう承認欲求が強い人だと思うんですけど、僕そのインターネットで活動してますけど、そのインターネットで活動する人の中で本当にね、多分一番承認欲求がないと思うんですよね。本当に僕のことを見てくださいとか、僕の意見聞いてくださいってあんまり思わないんですよ。なので、僕、インスタグラムのアカウントもないし、ツイッター X のアカウント、ありますけど、全然見ないんですよ。とか、友達に会った時に、友達に対しても自分の話をあんまりしないんですね。僕、友達の話聞くばっかりで、別に僕の話聞かなくてもいいですよ、みたいな、そういうタイプなんですよ。本当に承認欲求。
僕の話聞いてくださいっていう気持ちが全くないんですけど、このポッドキャスト、この僕のチャンネルは僕の番組なので、やっぱりプレッシャーがね、やばいんですね。プレッシャーがめちゃくちゃあるんですよ。普段別に僕の意見表さなくていいし、僕のこと見なくてもいいですよっていう人が自分の番組を持って、で自分の意見を、顔を見せてインターネットで話すっていうのは、やっぱりプレッシャーもすごいし、ある程度ストレスになりますね。そのストレスっていうのは別にポッドキャストが楽しくないとかそういうことじゃなくて、なんか間違った情報を話さないかとか、なんか自分の話し方とか使う言葉がうーん誰か傷つけてないかとか、そういうことを気にしなきゃいけないので、そういう意味でそのストレスとかプレッシャーがあるっていうことですね。っていうのも僕普段の生活でもう自分の意見とか全然言わないんですよ。他の人の意見に合わせることが多くて、例えば友達と遊んで、何か食べるシチュエーションがありますよね。で友達と何かシェアしながら食べるとか、そういう時にその食べ物が僕にとってあんまり美味しくなくても、その友達が美味しいって言ってたら、僕のその食べ物についての意見は美味しいになるんですよ。でもう友達が美味しいなら僕美味しいっていう意見になるし、友達がその料理美味しくないって言ったら僕の意見は美味しくないになるんですよ。自分の意見がないわけじゃないんですけど、別に必要じゃない時に自分の意見聞いてくださいっていうタイプじゃないので、やっぱりこういうインターネットで自分の意見を出すっていうのはやっぱり怖いなってね、思いますね。で本当にこの2つのポイントだけなんですよ。いろいろ考えてたんですけど、やっぱりポッドキャストやってて良かったことの方が、ポッドキャストやってて悪かったことより本当にたくさんあるので、やっぱりメリットよりデメリットの方が何倍も大きいですね。僕もいろいろポッドキャスト聞くんですよ。その自分が話しているポッドキャストも時々聞くんですけど、他の日本語の、ポッドキャストとか、英語のポッドキャストもいろいろ聞くんですけど、その自分が聞きたいポッドキャストを選ぶときに、そのトピックを見て、このトピックが面白いからポッドキャスト聞くってあんまりそのパターンがないんですよ、僕にとってね。あのそのパターンより、そのトピックが面白いっていうことより、そのポッドキャストを話している人が好きとか、その話している人が面白いって思ってその人のポッドキャストを聞くので、やっぱりトピックより話す人の方が大切なんですよね。多分これ僕と同じ意見の人多いと思うんですけど、自分の好きな人がポッドキャスト話してたら、別に興味がないトピックでもこの人が話すから、この人のポッドキャスト見るって思う人結構多いと思うので、多分僕のポッドキャスト見てくれてる人も、そういう人いるんじゃないですかね。流星が話すから僕のポッドキャスト聞いてくれている人、いると思うので、本当にありがとうございます。これからもいろいろ聞いてくれたら嬉しいです。そんな感じで今日はポッドキャストをやってて、悪かったことについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。